皆さんこんにちは、なおこです。皆さん明けましておめでとうございます。2024年本当にありがとうございました。そして2025年、今年もぜひよろしくお願いします。はい、今この動画を撮影しているのは1月です。1月といえば日本には大事な祝日があります。はい、成人の日という祝日があります。今日は成人の日について簡単に話したいと思います。はい、今日のこの動画の話の流れはこんな感じです。はい、まず成人の日はいつですか？はい、成人の日は1月の第2月曜日です。1月の2回目の月曜日ですね。はい、これを第2月曜日と言います。第1月曜日、第2月曜日、第3月曜日、第4月曜日。はい、今年2025年の第2月曜日は1月の13日です。この1月の第2月曜日は成人の日という祝日です。はい、皆さん、成人って聞いたことありますか？成人。これは簡単に言うと大人ですね。はい。日本の法律で成年年齢という年齢が決まっていて、その年齢が18歳です。18歳。18歳になったら成人になります。成人とか成年と言います。はい。日本では18歳になったら一人でいろいろな契約ができます。携帯電話の契約を一人でしたり、車を買ったり、家を借りたり、はい、いろいろな契約を一人ですることができるようになります。はい。でも18歳未満、17歳、16歳、15歳とか、そうこれを未成年とか未成年者と言うんですけど、この未成年は一人で契約をすることができません。そう、皆さんの国では何歳になったら大人になりますか？はい、正直この大人の定義があまりよくわからないですけど、法律的に大人になるのは何歳からですか？はい、あの成人の日というのは新しく成人になった人をお祝いする日です。はい、大人になったね、おめでとう、これから頑張ってねという日ですね。はい、この成人の日に成人式というセレモニーが行われます。はい、これは地域ごとに行われます。だいたい市とか町ごとに行われることが多いと思います。はい、この成人式では市長とかいろいろな大人の人が新しく成人した人に向けて挨拶をします。はい、新しく成人した人のことを新成人と言うんですけど、新成人の皆さんおめでとうございます。これからは大人として頑張ってくださいねとか、いろいろな挨拶をします。はい、この成人式に行くと小学校とか中学校の時の同級生とかがたくさんいるので、この成人式に行くのを楽しみにしている人もたくさんいると思います。はい、でもこの成人式には行かなくてももちろん大丈夫です。行っても行かなくても大丈夫です。はい、インターネットで調べたんですけど、半分近くの人は成人式に行かないみたいです。はい、だいたい40%くらいの人は成人式に行かないみたいですね。はい、私も
成人式に参加していません。はい。成人式をしている会場までは行きました。成人式をしている会場までは行ったんですけど、その成人式をしているホールの中には行きませんでした。はい。成人式をホールの中でしている間、私はその外で友達とおしゃべりしていたり、ずっと写真を撮っていました。はい。気づいたら成人式がもう終わっていました。はい。写真撮っていて、あれもう始まっていて、もう終わっている。そう。だから成人式に参加はしていませんね。はい。この成人式には女の人は特別な着物、振袖という着物を着ていくことが多いです。振袖を着ているから友達と会ってたくさん写真を撮ったりしていました。はい。ちなみに男の人はスーツとか袴を着て成人式に行きます。私が行った時は女の人のほとんどは振袖を着ていて、男の人のほとんどはスーツでしたね。はい。私も成人式に行った時振袖を着ました。はい。実は3年前に法律が変わりました。はい。3年前の2022年4月1日より前、4月1日より昔は日本の成年年齢は20歳でした。はい。だから20歳になったら選挙で投票する権利がもらえたり、あと一人でいろいろな契約ができたり、お酒が飲めたり、タバコを吸えたりしました。はい。だから成人式は20歳になったタイミングで行われていました。はい。でも3年前法律が変わって18歳以上が成人になりました。はい。でも今もまだお酒とタバコは20歳になってからでないとダメです。はい。でもずっと140年間くらい日本では成人イコール20歳以上でした。成人イコール20歳からでした。だからやっぱりまだ18歳じゃなくて20歳になるというのが人生の大事な節目ですね。はい。人生の中の大事なポイントという感じがしますね。そう。だからこのさっき言った成人式も今もまだ20歳になったタイミングで行われることが多いみたいです。はい。今は18歳になったらもう成人だけど、この成人式は20歳になったタイミングで行われることが多いみたいですね。はい。だから最近成人式の名前がちょっと変わって20歳の集いとかちょっと名前が変わったみたいです。はい。ちなみにこの集い、20歳の集いの集いは集まりという意味です。はい。これは地域によると思います。はい。じゃあ次は私の経験を簡単に話したいと思います。はい。私が成人した時の成人の日の一日を話したいと思います。はい。成人の日は本当に朝早くまず美容院に行きました。多分5時とか6時前ですね。6時前に美容院に行きました。そしてまずヘアセットをしてもらいました。ヘアセットとかあとメイクもしてもらいました。そしてその後特別な着物振袖を着ました。でもこれは着るといっても私が自分で
振袖を着たんじゃなくて、着付け師という特別な人、プロフェッショナルな人に着物を着せてもらいました。はい、着物って本当に着るのが難しいんですよ。はい、私は一人では着られないです。はい、だからこういう他の人に着物を着せる着付け師というプロフェッショナルな人がいます。はい、この着付け師さんに着物を着せてもらって、そして美容師さんにヘアセットをしてもらいましたね。はい、その後私は家族と一緒に神社に行きました。家の近くにある神社に行って、そこで写真を撮りました。その後私が卒業した中学校に行って、中学校のその門の前で写真を撮りました。はい、前は中学生だったのに今はもう大人になりましたよという意味で中学校の前で写真を撮りました。はい、そしてその後成人式が行われる会場に行きました。はい、そこには本当にたくさんの同級生がみんな集まっていました。みんな振袖を着たりスーツを着たりしてみんな集まっています。小学校とか中学校の時の同級生がたくさんいるので、わー久しぶり元気だったってこの挨拶をして、そしてお互い振袖を着ているからたくさん自撮りしました。写真を撮ってヘアセットもしているしメイクもしているし特別な振袖も着ているので、みんなでたくさん写真を撮りました。はい、そしてそのホールの中で成人式が行われました。さっきも言ったんですけど私は参加できませんでした。はい、その後一回家に帰りました。家に帰って振袖を脱ぎました。はい、振袖を着て長い間歩いたりするのって結構大変なんです。はい、だから振袖を脱いで、はあ疲れた、ちょっと休憩しました。はい、ちょっと家で休んで、その日の夜また出かけました。はい、だいたい成人式の後、中学校のメンバーで同窓会をすることがよくあります。はい、同窓会というのは同じ学校に通っていた友達とみんなで集まることです。集まる会です。学校を卒業してから5年後とか10年後とか特別なタイミングで同窓会が開かれることが多いですね。はい、レストランとか居酒屋とかホテルとかで、開かれます。はい、そしてこの成人の日も特別なタイミングなので、このタイミングで同窓会が開かれることが多いですね。はい、そしてこの時ほとんどの人がもう20歳なんですね。だからお酒が飲めるんです。だから中学校の同級生とお酒を飲みながら、もう私たちティーンエイジャーじゃないんだね、もうお酒が飲める年齢なんだねと言いながらみんなでたくさん話しました。おしゃべりしました。はい、こんな感じですね。その同窓会がした後、家に帰りました。この成人の日は自分がもう子供じゃなくなった、もう大人になったと感じる日でしたね。そして親にとってもすごく大事な日です。自分の子供が元気に成長して大人になった、すごく幸せな時ですよね。自分の子供が大人になったというすごく大事な日ですね。はい、本当におめでとうという日ですね。はい。
皆さん、なんとなく成人の日が何か分かりましたか？じゃあ最後にリスニングチャレンジです。今から簡単に今日の話のまとめを言います。字幕をつけないので皆さんよく聞いてくださいね。はい。じゃあ行きます。成人の日は1月の第2月曜日で、新しく大人になった人、新しい成人ですね。新成人をお祝いする日です。この日に成人式が行われて、新成人が集まります。成人式では女の人は振袖を、男の人はスーツや袴を着ます。成人式の後は中学校の同級生と同窓会をすることが多いです。日本の成年年齢という法律的に大人になる年齢はずっと20歳だったんですけど、3年前に法律が変わって18歳になりました。今は18歳になったら成人になります。成人です。でも成人式は今もまだ20歳のタイミングで行われることが多いです。はい、以上です。皆さん分かりましたか？お疲れ様でした。今日も最後まで聞いてくれて本当にありがとうございました。バイバイ。